はい、こんにちは。Vライフのまりこです。今日は上半身をほぐすヨガを行っていきます。首こりや肩こり、そして背中のこりを解消したい方にとてもおすすめです。ぜひ一緒に行ってみてください。はい、それでは始めていきましょう。あぐらの姿勢で楽に座っていきます。さあ、土台が安定したら両手を胸の前で指を絡めて一度息を吸って引き寄せます。吐きながら両手を遠く溝落ちからふーっと後ろ緩ませていきましょう。さあ、背中丸めたまま腕を右へとゆっくり運びます。斜め下に下ろす感じ。そしたら左側へも運んでいきましょう。さあ、腕はゆっくりと8の字を描くようにしながら、腰背中緩めて動かしていきます。自分のペースでいいです。さあ、まずは腰や背面のこわばりや緊張感をほどくようにリラックスしていきましょう。はい。では、切りのいいところで中心で動きを止めたら、両手をくるっと返して、吸う呼吸とともに一度上にぐーっと伸びをします。肩をね、ぎゅーっと持ち上げて、吐いて緩めていきましょう。腕も下ろしていきます。さあ、吸って背骨を長く伸ばし、首を優しく今右側に傾けます。で、この今右側に傾けた首の倒しやすさだったり、このね、左の首筋の硬さ具合を感じ取っててください。チェックです。はい。では中心に戻していきましょう。真ん中戻したら左の手頭の横に添えます。で、手は頭をこっちに押すようにして、で、頭は押されないように手のひらを押し返す力をぐっと働かせていきます。さあ、押し合いっこしてぐーっと力入れていきましょう。さあ、左のね、首筋がぐぐぐぐっと力が入っていく感覚あるでしょうか。さあ、今ね、力をぎゅーっと押し合って入れて5秒止めます。1、2、3、4、5。はい。それではね、手を離したら、そのさっきと同じ方向、右側にふーっと傾けます。さあ、どうでしょうか。少し倒しやすくなっている感覚ありますか？そのまま右の手を頭の上に添えて、さらに首をストレッチしていきます。さあ、気持ちよく左の首筋へと伸びを感じていきましょう。さあ、今やったみたいに筋肉はね、ぐっとこう反発する力を入れていくと、その後ね、緩む傾向があります。そんな性質を使いながらね、首周りをほぐしていきます。さあ、心地よければ頭斜め下の方に下ろして、さあ、首のね、上部、僧帽筋も緩ませましょう。少しゆらゆらっと揺らしたり、首の角度を変えると、違ったところを伸ばせていきます。はい。ではね、中心に戻していきましょう。一度まっすぐ戻したら、今度反対側行きます。一度ね、首まっすぐ戻して、今度左側に優しく傾けます。さあ、今のね、倒しやすさだったり、右の首筋の硬さ具合をチェックしてみます。はい。では中心に戻して、さあ、先ほどと同じようにやってみましょう。右の手は頭の横側。で、手はこっちに頭を押す感じで、頭は押されないように手のひらを押します。さあ、ぐーっとね、力を入れますよ。押し合いっこして5秒いきます。せーの。1、2、3、4、5。OK です。ではね、ゆっくりふーっと力を緩めて、倒していきましょう。どうでしょうか？右側がさっきよりも倒しやすくなって緩んでる感覚ありますか？その左の手を頭の上に添えて、さあリラックスしていきましょう。右の首筋へと心地よい伸びを感じます。さあ、筋肉がね、緩んでいることを感じながら、顎斜め下に下ろして、さらに首の斜め後ろ側の突っ張りを解消するように、首ゆらゆらっと左右に動かしていきましょう。
OK です。では中心に戻して四つん這いの姿勢になっていきましょう。さあ、膝は股関節の下。両手を肩幅に一度セットしていきます。右の足を横に伸ばしていきましょう。はい。そしたらね、左の手のひらを上に向けます。今、左の指先が自分の方向に向いている状態です。一度吸って、胸をスーッとね、前に見せるように。さあ、吐きながら、ふーっと肩甲骨の真ん中を天井の方に突き上げるように、背中丸くします。さあ、左のね、手首もぐーっと刺激が伝わっていきます。OK、吸う呼吸で胸をもう一度前。後ろの指先立てて、左の手も前についていきましょう。で、ゆっくりお顔を右側に向けながら、左の肩をふーっとマットの方に近づけていきます。少しね、肩周り、つまり感じる方、ゆらゆらと揺らしながら、力をね、解いていくように。余裕のある方は、左の手ハンズカップで指先を立てたまま、左の脇をふーっとぶら下げるようにしていきましょう。右の手は少しずらしてね、安定できる位置、居心地のいいところにずらして構いません。さあ、そのまま左の脇をふーっとマットの方にくつろがせていきましょう。さあ、呼吸止めないように、吐く呼吸で余分な力を緩めていきます。さあ、特に肩周りや背中周りの緊張感をほどいていきましょう。はい、では伸ばしている左の手を少し上体を起こしてからでもいいので、手のひらをくるっと上に向けて、肘を折り曲げていきます。さあ、左のね、ふーっと上腕に寄りかかるような感じでいいので、二の腕に伸びを感じていきます。上腕三頭筋のストレッチです。このね、肩甲骨につながる筋肉、硬いと肩甲骨が外の方にね、広がっていってしまって、余計に猫背になりやすいです。しっかりとね、伸ばしといてあげましょう。はい。ではゆっくりと右の手床をしながら、もう一度右の手を肩の下。吸う呼吸で左の手をスーッと上に持ち上げます。自然と上の、手にね、目線を送りながら、右の手は床を押し、その分左の腕を長く伸ばして、さらに胸を広げることで自然と上の腕が後ろの方に引っ張られていきます。さあ、一度息を吸って、吐きながら上の手を下ろして、右の脇の下くぐらせて反対側に伸ばしていきます。左の頭を下ろしていきましょう。吸って右手上。さあ、そのまま肘をね、カクンと折り曲げて腰の後ろ側まで巻きつけます。さあ、下の手はできるだけ横に長く引っ張っていきましょう。さあ、安定してれば頭を少し後ろの方に転がし、首周りもね、刺激を加えていきます。さあ、首のね、ストレッチも心地よく感じていきましょう。首が窮屈に感じる方は少しね、お顔の位置を居心地のいいところに調整してください。さあ、肩甲骨から背面の力を緩めていきます。背中のこりの解消にとても効果的です。ではね、右の手、腰に巻いている方、お顔の近くにゆっくり戻して、ポーズから抜け出します。両手を一度肩の下に下ろして、足戻しましょう。今度左の足を横に伸ばして反対側行きます。右の手のひらを上に向けて、右の指先自分の方向に向いてます。さあ、吸う呼吸で一度胸をふっと前に見せるように。
さあ、吐きながら、ふーっと背中丸めていきましょう。さあ、腕のね、普段凝り固まっていやすい手首周り、そして腕の伸びも感じていきます。吸数呼吸で胸を前。右の手を遠く前についていきましょう。お顔左側に向けながら、右の脇をゆっくり沈ませていきます。少しゆらゆらっとしながら、肩周りを緊張感緩めつつ、下の方に下げていきましょう。右の指先、立ててもいいし、手のひらぺったりね、くっつけたままでもどちらでもいいです。左の腕も居心地のいいところ、安定できるところに調整していきましょう。さあ、普段ね、頑張っているこの肩周りの筋肉をゆっくり吐く呼吸で緩ませてあげます。はい。ではそのまま右の手のひらをくるっと上に見せて、右の肘を折り曲げます。で、曲げた肘の方にふーっと少しね、委ねるようにしながら、右の脇の下から腕、肘にかけて上腕三頭筋のストレッチです。ここしっかりほぐしてあげるとね、肩甲骨の可動域も広がりやすくなってきます。はい、でしょう。ではゆっくり元に戻して、一度両手をね、肩の真下につきます。吸って右の手を上にスッと持ち上げていきましょう。右の腕をできるだけ天井の方に近づけようとしながら、そして胸を広げて自然と右の腕をぐーっと後ろに運んでいきます。さあ、一度大きく息を吸い、吐きながらふっと右の腕を下げて反対側へと通していきましょう。さあ、右側お顔をリラックスマットへと預けます。さあ、安定してたら左の手を上から、さあ、くるっと腰の後ろ側まで巻きつけていきましょう。さあ、ローリングパンダのポーズ。右の腕はできるだけ肩甲骨から遠くに横に引っ張る感覚で、肩甲骨から背面のストレッチも感じていきましょう。頭は居心地のいい角度に。首こりの解消にも非常に効果的です。さあ、背面の緊張を緩めていきます。できるだけゆったりとした呼吸を体に入れてあげましょう。はい。それでは左の手をお顔の近くに下ろしていきます。はい、右の手も抜いたら、左足を戻して、両肘を肩の下に下ろしていきましょう。で、両手指をつないでいきます。さあ、腕の間に頭頂部をちょんとつけて顎を引いていきましょう。で、そのまま顎を引いたまま頭をふーっと前後に動かすようにして転がしていきます。さあ、頭頂部百会というね、万能のツボがあります。そこをしっかりと刺激をしながら、さあ、目の疲れや脳の疲れも取れやすくしていきます。頭頂部までね、血液が行き渡り、上半身の巡りがさらに良くなっていきます。さあ、心地よい程度に圧を加えていきましょう。首周りはね、とても繊細な筋肉なので、ゆっくり多減しながら動かしてください。
はい。では一度頭を起こして、一度前見ましょうか。で肘は肩よりも広がらないように軽くね、脇を締めた感覚です。さあ、後ろの膝をそっとマットから浮かせ、ドルフィンのポーズに入っていきます。さあ、吸う呼吸でお尻を高く持ち上げて、さあ、吐きながらかかとをマットの方にふーっと近づけます。お腹を薄く引き込んだまま。さあ、肘でマットを押して、お尻は遠く上の方に突き上げていきます。さあ、ハムストリングス、ももの裏側もじわじわと伸ばされていきます。かかとは無理につかなくても大丈夫です。近づけようとするイメージを働かせていきましょう。さあ、肩周りのね、血行が良くなっていきます。肩こりの解消に効果的なポーズです。はい。では、ゆっくりと膝を股関節の下に着地させて、つま先伸ばし正座。さあ、チャイルドポーズで少しお休みしましょう。はい。では、ゆっくりと上体を起こしていきます。さあ、背中整えたら、最後ね、側屈を入れていきたいと思います。両手前に伸ばして、右の手を上に重ねていきましょう。で、そのままくるーっと手を内側に向けて、手のひらを合わせ、吸って上に伸びます。さあ、長く背骨整えたまま吐きながら上体を右に優しく傾けます。さあ、土台を安定させて、左側の体側。気持ちよく伸びと広がりを感じていきます。大丈夫であれば少しね、上を見上げるように。OK、中心に戻していきましょう。では今度ね、反対側いきます。両手を前、左の手首を上に乗せて、くるっと内側に向けて、吸う呼吸でもう一つまっすぐ上に伸び上がり。吐きながら左側へと優しく傾けます。さあ、お尻がね、動かないように土台を安定させたまま。さあ、右のね、脇腹、気持ちよく伸び感じます。脇の下も開放して、心地よければ目線を上に。OK、では中心に戻して、ゆっくりと腕を吐いて下ろしていきましょう。両肩前からぐるーっと回します。さあ、息を吸って両肩をすっと上に持ち上げて、吐いてストンと下ろしていきましょう。最後一呼吸します。吸って両手を横から上に這わせ、吐いて胸の前に下ろして合掌していきましょう。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。この動画良かったよという方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。